このすべての野菜を入れます。甘みが乗ってきた証拠です。はい、こんにちは、シェフのほゆです。今日はソフリットを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。玉ねぎ、人参、セロリ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はイタリア料理の基本ということで、ソフリットをやっていきます。で日本だと、ソフリットイコール、玉ねぎ、セロリ、人参を炒めたものというイメージがあると思うんですが、実はですねイタリアに行くと必ずしも、それだけのことをソフリットと、呼ぶわけではないんですね。今日はですねそこら辺の詳しい話も含めてイタリアの最も王道なクラシックのソフリットをこれから早速やっていきます。でまずは、この香味野菜の説明です。で僕がですね基本的にソフリットを作る時の、玉ねぎ、人参、セロリの割合があります。これが玉ねぎが3、人参が2、セロリが1の割合で作ることが多いです。でこれはですねセロリが、仮に3になった場合ですね、セロリっていうのは香りが強いので、入れすぎると青みが全体に出ていったりするので、僕は玉ねぎがベースで作っていきます。でイメージで言うと玉ねぎを主体にして甘みとうまみのベースを作り、で人参で自然な甘みを補う、でセロリで香りの奥行きを与えるという、そのような役割でやっていきます。で僕がソフリットを作る時に大切にしていることは、それは野菜の繊維をなるべく潰さないことです。なので基本的に包丁で丁寧に手切りをしていきます。でもちろんシェフによって考え方は様々ですし、大量に仕込む場合はフードプロセッサーを使ったりとか、ここにあるこのブンブンチョッパーみたいなものを使った方が理にかなっている場合も普通にあります。なのでどちらが正しい間違いという話ではないです。でブンブンチョッパーで細かくすると野菜の繊維をかなり壊してしまうので、最初から水分がどんどん出てしまいます。すると炒めてるつもりでも途中から野菜が蒸れた状態になりやすいです。これが香味野菜特有の青臭さや少しやぼったい香り、いわゆる臭みにつながる一つの原因なんじゃないかなと思っています。なので仕上がりとしては食べてみるとほんのりぼやけた味になります。洗練された味というより家庭的で馴染みやすい味になりやすい。もちろんそれが悪いという話ではなく、例えばですね煮込み料理やミネストローネみたいな料理ではこういう少し馴染んだ香味の方が合うこともあります。なので大切なのは料理や場合によって使い分けをすることです。今日はせっかくなので包丁で丁寧に切るやり方をやっていきます。まずセロリなんですが、ここでよくあるのが皮を剥くか問題です。でこれは結論から言うと、剥いても剥かなくてもどちらでも大丈夫です。というのも野菜っていうのは基本的に皮に香りがあります。しかもソフリットは長時間炒めて甘みや香りを引き出す調理法なので、イタリアのトラットリアなんかだと皮を剥かずにそのまま使うことも普通にあります。なのでソフリット作ってみたいけど皮剥くのはめんどくさいという方はそのまま作っていただいてももちろん OK です。ただセロリって筋を取るのがちょっと楽しいんで、こうやって剥いていくとですね繊維がスーッと取れていくので、やりたい方はやってみてください。で切る時に大切なことは押しつぶさないことです。でこうやって包丁をですねスッスッスッと入れていく。で無理に一気に切ろうとしない。2回ぐらいに分けて切るイメージです。でそうすると綺麗なみじん切りになります。で人参も同じようにみじん切りにしていきます。でまずは転がらない状態を作ってから切ると人参が安定してきれいに切れます。で包丁が切れない場合はですねシェフたちもよくやるんですが、スライサーを使って人参を最初にもう全部スライサーでスライスにしてもらって、でそれをきれいに並べてから千切りにしてからみじん切りにするというやり方をしていきます。で次に結構難しいのが玉ねぎですよね。
で包丁が、しっかり切れる状態ならこうやってそのまま一気にみじん切りにしていけば、大丈夫です。でも包丁があまり切れない場合はですね、無理に押しつぶしながら切らない方がいいです。で1回はこうやって切り込みを入れながら玉ねぎを少しばらしながら切る、こんな感じです。でその方が玉ねぎ特有の、青臭さとか辛みが出にくいんですよね。結局ソフリットっていうのは長時間炒めていくので、最初から完璧な、細かいみじん切りを目指して切らなくても大丈夫です。でこれが包丁で切った方とブンブンチョッパーで回した方です。で包丁でですね丁寧に切ったこの香味野菜っていうのは、野菜の細胞が壊れすぎていないので炒めた時にですね余分な水分が出づらいんですよね。なので出来上がったソフリットのこの味わいっていうのはよりクリアで洗練された味になりやすいです。仕上がりで言うと、凛とした料理っていうイメージです。でもあくまでもイメージです。はい、それではカットしたこのソフリット、これをフライパンに入れて揚げ焼き状態にしていくんですが、でこれ先ほどカットしたソフリット、きれいに切ったソフリットなんですが、きれいに切ったとしてもやっぱり多少の水分が出るので、バットとかを準備したら必ず下にこうペーパーとか敷くんですね。そうするとそのペーパーが水分を吸ってくれるので、要は蒸れづらい状態を作れるので、仕上がりも必然的に良くなります。でここからですねまずは火をつけます。でフライパンは僕は、定番のアルミフライパンでやってますが、これは特に決まりはないです。ホーロー鍋でやっていただいてもいいですし、普通にテフロン加工のフッ素樹脂のフライパンでもいいですし、何でも大丈夫です。で最初にオリーブオイル入れます。でオリーブオイルは、今日は玉ねぎ1個の基準で考えたので、170g の玉ねぎで130ぐらいの人参で 60g ぐらいのセロリなので、最低45から50ぐらいのオリーブオイルです。である程度フライパン手かざして温まったので、この全ての野菜を入れます。でまず最初はですね、入れた時にこれぐらいの音が鳴っていることが大切で、要は少し温度を上げてから入れた意味はですね、低い状態からやっていくと、焼き色がつくというよりは蒸れて野菜が蒸し焼きの状態になってしまうので、どうしてもぼやけた味わいになりやすいので、最初はある程度家庭のこのガスコンロだと強火で大丈夫です。でまずはオリーブオイルを回す、全体に。で今全体に回りました。でここからレストランの火とかだとものすごい火力が強いので、弱火とかですね調整するんですよ。家庭のは本当に最初強火で大丈夫です。でまずは野菜っていうのは、最初にですねこう温度が上がってくると水分がどんどん抜けていきます。なので水分がこの抜けていくまではほぼ強火で炒めていく感じです。で回す。でここで水分を出さずに野菜をカットしていったんですが、塩一つまみ入れます。今最初に塩を入れた理由はですね、効率よく野菜から水分を出すという意味と、やっぱりソフリットはこれ旨味のベースになっていくので、その旨味を引き出すためにちょっとした塩が必要なんですね。じゃあ最初からブンブンチョッパーで回して水分が出てていいじゃんって思われがちなんですが、そこはですね、水分が出過ぎてるとやっぱりソフリットの揚げ焼き状態になりづらいんですね。最初から水分が多いところにさらに塩を入れてやっていくと、厨房だったらものすごい火力でですねその水分を揮発させることができるんですが、やっぱり家のガスコンロだとですねその火力が足りないので、どうしても野菜が蒸れる原因になってしまうから、いいソフリットの場合は丁寧に切った方が味は良くなります。で一番最初入れたてはですね、さーって
高い音が鳴ってたと思います。あれは水分が出始めた最初の音なので、そういう音がするんですが、徐々に数分ぐらい油なじませて炒めていくと、今野菜がしんなりしてきて最初の水分が出終わってるので、ちょっと状態が変わってきました。でこの状態が変わって最初の水分が抜けたから、じゃあ次はものすごい強火だったのをちょっと中火に落とします。これは野菜の表面の水分が飛んだので、じゃあもう今ここから蒸れる心配がなくなってきたから、火力を少し下げてじっくりと炒めていくというフェーズです。で今表面のこの野菜の水分が飛んでって、ここからじっくりと炒めていくフェーズなんですが、ここからですね、中火から弱中ぐらいでじっくりともう30分ぐらい炒めていくとですね、玉ねぎ、人参、セロリのですね水分が抜けて、要は油で炒めて加熱していくことによって野菜が透過していって粘度がどんどん出ていくんですね。で粘度が出てきたらまたじっくりと炒めていくっていう作業です。でまだ炒めていくと音が鳴ってますね。これは野菜の水分がまだ残ってる状態なので、ここから水分を抜いてって野菜にとろみが乗ってくるまでまた炒めていきます。でこのソフリットの、炒め加減っていうのも、結局仕上がりの料理、煮込み料理だったりとか、じゃあボロネーゼ作るとします。その時のボロネーゼのうまみの強さとか奥行きをどれぐらい出したいかによって炒め加減が変わってきます。なのでソフリットの基本というのは20分30分ぐらいじっくり炒めていくっていうのが基本なんですが、これももうシェフによって違います。料理を軽やかにしたかったら必要以上に炒めすぎないで10分ぐらいでさっとやってしまうシェフもいらっしゃれば、もうじっくりもう1時間ぐらいかけてもうソフリットのベースを作って、そのうまみのベースで料理を作っていくというシェフもいらっしゃるので、もうそこは料理の方向性によって炒め加減を変えていってください。本来イタリアのソフリットっていうのは、香味素材を油脂でじっくりと炒めて香りやうまみの土台を作る、その考え方そのもののことを指すので、例えばですね、ニンニクをオリーブオイルでじっくりとソフリットするみたいな言い方もします。なのでソフリットっていう意味はですね、料理の最初に香りとうまみの土台を立ち上げる作業そのものなんですね。はい、それで今10分ほど加熱じっくりしていったんですが、もうだいぶソフリットのベースみたいになってきましたよね。今野菜が完全にしんなりしてきて、ここからじっくりと炒めると野菜に次は色がついてきて、完全なうまみのペーストになるというフェーズです。ここからあと15分20分ぐらいですね、加熱していくと、ソフリットの土台ができていきます。実際にイタリアでこのソフリットがどのように使われているか、どんな料理に使われているかというと、一番分かりやすいものでいうと、イタリアの中でも北イタリアの方のトマトソースです。日本の一般的なトマトソースのレシピっていうのは、最初にニンニクとオリーブオイルを入れて、でそこに玉ねぎを入れて炒めてからホールトマトが入ると思います。でそこを、北イタリアになると最初にこの香味野菜のこのソフリットをベースにしてトマトソースを作ることがあります。そうするとトマトソースでも軽やかなトマトソースというよりはしっかりコクが乗った、リストランテの、トマトソースになります。であとは、ソフリットっていうのはうまみのベースなので、煮込み料理全般にこのソフリットのベースが使われます。そして他のパスタ料理だと先ほども言ったようなボロネーゼだったりとか、イタリア中部になるとスーゴフィントといってソフリットが主役になるパスタ料理があります。このソフリットの中にトマトを入れて肉が入っていない野菜のラグーなんですが、それのパスタがですねまた絶品なんですね。あとはイタリア全土になるとズッパといってスープのことです。でスープのベースにこのソフリットが使われるっていうのが、一般的なイタリアのこのソフリットの使い方です。あとは日本で皆さんが食べたことあるかもしれない
ソフリットの料理だとサイゼリヤのエスカルゴのオーブン焼きですね。あれにもソフリットが使われていると思います。あとは定番のペペロンチーノに、このソフリット少し乗せるだけでもうまみがぐっと上がるのですごい美味しくなりますよ。はい、それではさらに10分ほど加熱していったんですけど、どんどんですね、香味野菜に糖化が始まってって、少し泡が出てきました。これね、香りが伝わらないのがちょっと残念なんですが、もう甘いお菓子みたいな香りがしてくるんですね。で混ぜていくと底がちょっと当たってくる。で野菜に、この香味野菜にですね、甘みが乗ってきた証拠です。ここまでいくと今甘みが出始め、これが20分ぐらい炒めた状態です。はい、それでは今プラス10分ぐらいやって、もう今トータル30分。そうするともう野菜の水分がですね完全に飛んでいくと、水分が揮発したということは中に残っているのは油、オリーブオイルです。でオリーブオイルのこの泡が見えてきた状態が今最低限香味野菜がうまみに変わった瞬間です。はい、そしたらこのソフリットの状態がこれです。でこれでソフリットの完成です。出来上がったソフリットのこれは違いです。でこっちが先ほどやった手切りで切ったソフリットで、こっちがブンブンチョッパーで回したソフリットです。であとは保存方法なんですが、1週間で使い切る場合は、このソフリット作ったらそのまま冷ましていただいて、落としラップしたりとかタッパーとかジップロックに入れて保存するようにしてください。で冷凍保存する場合はですね、僕のおすすめはジップロックの袋の中に平らに入れてしまって、であとはもう使いたい分だけ解凍しないで凍ったままカットして煮込み料理とかにそのまま入れるっていうのがおすすめのやり方です。